皆さん、実は、ゴミ拾いって奥が深いって知っていましたか？ゴミ拾いに奥深さなんてあるの？そう思う人がほとんどだと思います。正直に言うと私もそうでした。今日は3年間続けてきた中で感じたゴミ拾いの深さについてお話しします。はい、どうもマーシです。今回もいつもの海岸やってきました。野鳥が海の方いますんで、ちょっと距離を取りながら拾っていきたいと思います。前回の動画ではなぜ拾い始めたのか、そのきっかけを話しました。今回は、なぜ続けることが一番難しいのか。三日坊主だった私が、なぜ3年も続けることができたのか。その中で見えた習慣について話します。最初の一歩は正直怖かったです。拾うまでに迷いがありました。周りの目も気になりました。でも、勇気を出して一つ拾う。そして、もう一つ拾う。それだけのことなのに。自分の中では大きな一歩でした。けれど続けるのは、もっと難しかった。気分が乗らない日もある。間が空くこともある。別の海岸に行ってみたりもしました。そして、2週間ぶりに戻った海岸。そこには、想像をはるかに超える量のゴミがありました。ゴミ。その時思いました。拾っても終わらない。なんでこんなにも流れ着くのか。なぜ私は拾っているのか。正直、心が揺れました。でも、そこで気づいたことがあります。一つのポイ捨ても、やがて海に流れ着く。一人のまあいいかが、積み重なると大きな現実になる。それは、ゴミだけの話ではありません。習慣も同じだと感じました。習慣には、いい習慣もあれば、無意識のまま続けている習慣もある。それが当たり前の環境で育てば、気づかないうちに、それが自分の基準になっていく。もし、周りがポイ捨てを当たり前にしていたら、それを見た子供は、どう感じるでしょうか。でも、本当に大事なのは、誰かを責めることではなく、自分はどう選ぶかだと思うんです。子供でも大人でも、心に余裕を持ち、自分に自信があれば、流されずに選べる。ダメなことはダメだと、自分で判断できる。その力は、特別な才能ではなく、小さな行動の積み重ねから生まれるものだと、私は感じています。ゴミを拾うという行為は、環境を整えているようで、実は自分の内側を整えていました。誰かに見せるためじゃない。誰かを正すためでもない。ただ、今日の自分が、どう選ぶか。その繰り返し。何も言わず、ただ拾う。その背中を見て、何かを感じる人がいるかもしれない。そしてその人が、自分なりのいい選択を始めるかもしれない。もしそうなれば、それはとても嬉しいことです。環境問題は、遠い世界の大きな話ではなく、自分の足元の小さな選択の話。あなたは今日、どんな選択をしますか？はい。45リットルゴミ袋1袋になりました。今日もですね、ちょっと天気は曇りです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。